こんにちは。これから数回にわたって、エクソのミュージックビデオを考察する上で役に立ちそうな基礎知識についてまとめていきたいと思います。エクソの世界観は、北欧神話が元になっていることは、エクソエルの皆さんはご存知のことと思います。今回の動画では、ユグドラシル、生命の木から、北欧神話における世界の始まり、エクソの夫愛設定の謎、生命の木、ユグドラシルが枯れた理由や、ルーン文字に至るまで、エクソの世界観と関係の深い北欧神話について解説していきたいと思います。まずはじめに、北欧神話は、スカンディナビア半島神話とも呼ばれており、スウェーデンやノルウェーのあるスカンディナビア半島や、デンマーク、アイスランド、ドイツなどに住むゲルマン人に伝わる神話です。ハリーポッターの元になっているケルト神話や、同じ北欧でもフィンランド神話とは別物だそうです。さて、北欧神話は、紀元前2000年頃にできた神話と言われています。その後、9世紀から13世紀頃にかけて、エッダやサガという書物が成立していきました。北欧神話の世界観で、エクソエルに馴染みが深いのは、世界樹、あるいは宇宙樹と呼ばれる大木でしょう。この大木は、ユグドラシルと呼ばれ、9つの世界を内包していると言われています。解釈によって諸説ありますが、ユグドラシルは、天界、地上世界、霊界の3層に分かれており、天界には、アース神族が住むアースガルド、バン神族が住むバナヘイム、エルフが住むアルフヘイムがあります。地上世界は中津国とも言われ、人間が住むミッドガルド、巨人が住むヨテンヘイム、ドワーフが住むスバルト・アールブヘイム、霊界には炎の世界のムスペルヘイムと氷の世界のニブルヘイム、そして死者の世界のヘルヘイムがあるとされています。また、ユグドラシルには3つの根があり、それぞれの根元には泉があります。世界の始めには、炎の世界、ムスペルヘイムと氷の世界、ニブルヘイムしかありませんでした。炎の世界、ムスペルヘイムの熱い空気が、氷の世界、ニブルヘイムの冷たい氷に触れて少しずつ氷を溶かし、その雫から最初の生命である巨人ユミルとメウシ・アウズンブラが誕生しました。巨人ユミルの汗からは無数の巨人が生まれました。メウシのアウズンブラが舐めた氷からは最初の神ブーリが誕生しました。ブーリはボルを生み、ボルと巨人レストラの間にオーディン、ビリ、レーの3柱の神が生まれました。この時生まれたオーディンは神々の王となります。そこからどのように世界が作られたかというと、この3柱の神々は、なんと最初の生命である巨人ユミルを、してしまいます。神々は、巨人ユミルの体を材料にして世界を作りました。ユミルの体から大量に流れ出た血で、海や川、湖を作り、骨で山を作り、骨や歯のかけらは、岩石や砂になりました。髪の毛は木や草になり、脳で雲を頭蓋骨で天空を作りました。さらに、炎の世界ムステルヘイムの火花を舞い上がらせて、星を作りました。こうして世界が出来上がると、オーディンたちアース神族は、アース神族が暮らす場所という意味のアースガルズに暮らすようになりました。次に、オーディンは流木から人間を作り、巨人たちに襲われないようにユミルのまつげで防壁を作り、その防壁の中に住まわせました。この人間の世界がミッドガルドです。
ここで先ほどの世界樹ユグドラシルの図に戻ります。世界樹ユグドラシルには3つの根があり、その根元にはそれぞれ泉があります。巨人の住む世界、ヨトゥーヘイムへ伸びた根の根元にはミーミルの泉があります。ミーミルの泉は神々の王オーディンの叔父にあたる巨人のミーミルが管理しています。泉は美しい水をたたえていて、その水には英知が隠されています。オーディンはミーミルの泉から英知を得るために、代償として自らの片目を差し出しました。こうしてオーディンは片目と引き換えに英知を手に入れました。ここでエクソのオッドアイ設定について考えてみたいと思います。エクソのミュージックビデオにはオッドアイのメンバーが出てきます。X エクソの存在が明らかにされてからは、オッドアイのメンバーは X エクソだと考えられるようになりました。X エクソは簡単に言うとエクソの偽物、超能力を持たない存在です。その X エクソは H 超能力を得るために片目を差し出したのではないでしょうか。私はオッドアイのメンバーは片目と引き換えに H 超能力を得たと考えています。これはあくまで仮説で、今後個別のミュージックビデオを考察する機会があれば解説してみたいと思います。そしてオーディンはミーミルの泉で H を手に入れた後、泉の上まで伸びていたユグドラシルの枝を折って槍の塚を作りました。この槍はブングニールと言い、狙いを定めた者に必ず命中する最強の武器と言われています。しかし、世界樹ユグドラシルは、この時枝を折られた傷により、徐々に葉が落ち、ついに枯れてしまいました。エクソママのミュージックビデオの冒頭部分のナレーションはこうです。But I, Red Force, created the evil which coveted the heart of Tree of Life, and the heart slowly grew dry. 生命の木が枯れた原因は、北欧神話では、オーディンが最強の槍を作るという欲のために枝を折ったせいだったのです。オーディンの槍、グングニールの穂先には、ルーン文字が刻まれているのですが、オーディンは魔法の文字であるルーン文字を手に入れるために、9日間にわたる苦行をしました。オーディンはユグドラシルの枝で首を吊り、グングニールで自分の体を突き刺したのです。このように自分自身を生贄にして、オーディンはルーン文字を手に入れました。北欧神話では、神様はルーン文字を手に入れて初めて魔法を使えるようになったのです。エクソもエンブルームを持っている時か身につけている時にだけ超能力が使えますよね。いかがでしたでしょうか？今回はユグドラシルの9つの世界と世界の始まり、神々の王オーディンから見るエクソの世界観と北欧神話との関連を解説しました。このようにエクソの世界観は北欧神話との関連が多くあります。次回は北欧神話の世界の終焉、赤く染まる世界、狼と美女について紹介します。それでは次回をお楽しみに。